ゆっくり海外鉄チャンネルへようこそ。このチャンネルではアジアを中心に世界の鉄道を紹介しているよ。今回は、中央アジア最速の高速列車、アフラシヤブ号に乗ってみるぜ。アフラシヤブ号、変わった名前の列車だね。アフラシヤブとはウズベキスタンの遺跡から取られた名前である。この遺跡はサマルカンドに位置する大規模な都市の跡地で、ウズベキスタン文化の源流の一つとみなされ列車名に採用されたようだぜ。アフラシヤブ号はウズベキスタンの列車なんだね。そうだぜ。アフラシヤブ号はウズベキスタンの幹線で運行されている。2011年に運行を開始し、現在はタシケント、サマルカンド、ブハラカン、タシケント、サマルカンド、カルシカンの2系統がある。走行区間はほとんど在来線だが、線形改良と車両性能によって最高速度250キロを実現している。普通の旅客列車や貨物列車と同じ線路を走っているんだね。そうだぜ。そのため、アフラシヤブ号の運行本数は決して多くはなく、また、運行時間にも偏りがある。これがアフラシヤブ号の時刻表だ。毎日運行される列車はタシケントブハラ間3往復、タシケントサマルカンド間1往復がある。週末の金土日にはタシケントブハラ間が1往復追加される。また、タシケントカルシ間の列車が毎日運行されており、日曜には運行区間がシャフリサブスまで延長されるぜ。首都のタシケントと第2の都市サマルカンドの間に限れば1日5から6往復あるけど、下り便は朝、上り便は夕方の同じ時間帯に集中しているんだね。このような不便なダイヤになっている理由は、アフラシヤブ号を高速走行させるには在来列車を退避させる必要があり、通せる筋が少ないためだろう。使いやすい時間帯の列車は1ヶ月ほど前に満席になってしまうので旅行で使う場合は要注意だぜ。チケットはネットで買えるのかな？ウズベキスタン鉄道の公式サイトで簡単に購入できるぜ。アフラシヤブ号はすぐ満席になるので早めに予約するようにしよう。今回はブハラからサマルカンドまでの区間でアフラシヤブ号に乗車するぜ。早速乗りに行こう。行ってみよう。ブハラ駅ではすでに769列車タシケント行きのアフラシヤブ号が待機している。流線形の速そうな車両だね。アフラシヤブ号はスペインの高速鉄道車両、タルゴ250を使用している。タルゴは低床の短い車両、一軸の連接台車など独特の構造を持つ車両だ。11両の客車を編成前後の電気機関車で牽引する動力集中式列車であり、電気機関車は鋭い流線形のノーズが目を引くぜ。客車は短いから、13両編成の割にあまり長くはないみたいだね。タルゴの車両はウズベキスタン以外でも採用されている。隣国のカザフスタンではタルゴ客車が運行されており、ウズベキスタンにも国際列車として乗り入れている。また、サウジアラビアではジェッダとイスラム教の聖地メッカメディナを結ぶハラマイン高速鉄道でより速度が速いタルゴ350が採用されているぜ。ハラマイン高速鉄道について興味が湧いた人はこちらの動画を見てね。出発前に車両の各部位を詳しく見てみよう。前面形状はサウジアラビアのタルゴ350と似ているが、より角張った形状で運転席横の窓が追加されている。本家スペインの機関可変高速列車、レンフェ130系と全く同じデザインのようだ。鋭く尖ったライトの形が車体の形状とよく調和しているね。ライトの間の紋章は会社のロゴマークかな？そうだぜ。ウズベキスタン鉄道のマークが大きく描かれているな。連結機カバーに開いた穴から飛び出したハンドルは欧州の高速鉄道でよく見られる構造だ。この部品は連結機を解決するためのレバー、開放テコである。車体側面の空気取り込み口は三角形の高速走行仕様だ。NACA ダクトといい、スポーツカーでよく見られるデザインだぜ。空力勝ちの設計だね。一方で、高速列車らしくない構造もある。無線アンテナはワイヤーを張った昔ながらの構造で、車体の斜め上に飛び出しているぜ。アンテナは武骨だね。機関車の側面にはアフラシヤブと書かれており、車両の端にはタルゴのロゴもついている。機関車と客車は車高にかなりの差があるので、客車側の屋根には流線形のカバーがついているぜ。動力集中式高速列車によくある機関車と客車の車高の違いを鳴らす処理、異国のマシンという感じがしていいよね。連結面はカーブした形状で、機関車と客車の車体断面の違いに対応している。客車についても見てみよう。タルゴ客車は連接構造で、わずか13メートルの小さな客車を片側一輪の車輪で連結している。車輪が一つだけというのは鉄道車両としてかなり違和感のあるデザインだよね。そうだな。さらに、左右の車輪はシャフトで繋がっておらず独立している。そのため、車輪間のスペースも貫通路として有効活用でき、低床構造と低重心を実現しているんだぜ。重心を低くすることで安定した高速走行が可能なんだね。客車11両のうち、4両目の客車はビストロカーで、窓の配置が特殊だ。各車両に1箇所のドアには座席クラスが大きく書かれているので、乗る車両がわかりやすいぜ。ウズベキスタンの国旗を思わせるシンプルな塗装もいいね。発車時刻の20分ほど前になると乗車が始まる。車両は西欧のものだが、乗車方式は寒空の下でも各車両のドア前に乗務員が立って切符の確認を行う東側スタイルだ。ちなみに、アフラシヤブ号の隣にいる渋い色合いの車両は隣国タジキスタンの客車である。
この列車はロシアのボルゴグラード発、タジキスタンのホジェンド行きの360列車だ。ロシア、カザフスタン、ウズベキスタン、タジキスタンの4カ国を経由する列車で、週1便運行されている。所要時間はなんと59時間。ブハラ駅では25分ほどの停車時間があり、今回乗車するアフラシアブ号の出発まで待機するぜ。タジキスタンの鉄道についてはこちらの動画で詳しく解説しているよ。アフラシアブ号に話を戻そう。アフラシアブ号には VIP、ビジネス、エコノミーの3クラスがあり、今回はビジネスクラスに乗車する。ビジネスクラスの車内はこんな感じ。1列プラス2列の集団見合い式で、座席の向きは固定だ。座席は簡素なデザインだね。扉や荷物棚などのガラス部分にはイスラム風の幾何学模様がついている。同じイスラム圏のサウジアラビアハラマイン高速鉄道のタルゴ350と似たデザインだ。他の車両も見てみよう。VIP クラスは黒の革張りシートだ。VIP は通常の予約サイトで予約できたりできなかったりするのだが、今回の列車では不可能だったぜ。要人輸送用に枠を確保しているのかな？エコノミークラスは2列プラス2列の配置だ。座席はビジネスと似ているが、少し薄い印象だぜ。出発前から車内販売が行われている。旧ソ連圏で人気のジョージア産天然水、ボルジョミウォーターを購入したぜ。普通の天然水とは一線を画す衝撃的な味だけど、慣れると美味しいよ。発車までしばらく待っていよう。14時58分、帝国通りにブハライチ駅を出発した。向かい側に停車しているアフラシアブ号はこの列車の次に発車するタシケント中央駅767列車だ。ウズベキスタン鉄道は現在6編成のタルゴ250を運用しているのだが、2011年、2017年、2021年の3回に分けて2編成ずつ増備された経緯があるらしく、行き先表示器などの仕様が異なる編成が存在するぜ。増備に伴って本数も増えているんだね。駅構内を出ると列車はぐんぐん加速していく。この列車は769列車、タシケント中央駅行き。途中の停車駅はナボイ、サマルカンド、ダシタバードだ。サマルカンドには16時51分、終点のタシケント中央駅には19時17分に到着するぜ。結構揺れるね。そうだな。安定感はあるが、線路の起伏がダイレクトに伝わってくる感じがするな。車輪が一軸なので、ジョイント音が普通の列車と全く違うのも面白い。現在の速度は160キロ。ブハラ、サマルカンド間では最高速度の250キロには達しないようだぜ。それでも在来線を走行する列車としてはかなり速いよね。区間によっては複々線になっており、走行中の上り貨物列車を追い抜いていく。ウズベキスタンではソ連時代の機関車も現役だぜ。食堂車に行ってみよう。前から8両目のビストロカーでは軽食を提供している。座席はなく、立食スペースのみだ。客車が小さいから、一両丸ごと食堂車なんだね。乗車時はハンバーガーを提供していたぜ。車内で調理しているようで、なかなか美味しかったよ。車内販売も頻繁に回ってくるので、長時間の乗車でも食事には困らないぜ。見慣れない食べ物もあって楽しいね。ブハラを出発後約45分、列車はナボイ駅に到着した。おしゃれな駅舎だね。ナボイは工業が盛んなナボイ州の州都だ。この駅から乗車する客は多いようだぜ。ナボイを出発後、列車は時速180キロまで加速した。ブハラ、サマルカンド間の最高速度は180キロ程度のようだ。在来線なので踏切があったりもするのだが、構わずに全速力で駆け抜けていく。高速列車にしてはフェンスが簡素で、街との距離が近い感じがするよね。今回乗車したブハラ、サマルカンド間のアフラシアブ号の運賃は、エコノミーで約2300円、ビジネスで約3400円、VIP で約4100円だ。通常の客車列車の最安運賃は約1500円なので、速度や車内環境の違いを考えれば妥当な価格設定のように感じる。サマルカンド、タシケント間は距離が長いためもう少し高く、エコノミーで約3100円、ビジネスで約4600円、VIP で約6300円するぜ。アフラシアブ号はウズベキスタンの首都のタシケントと主要な観光地であるサマルカンドとブハラを結んでいるから、観光客にとって便利な列車だよね。あとはもう少し本数が増えて予約が取りやすくなればいいんだけど。2011年の運行開始当初、アフラシアブ号は1日たったの1往復だったので、これでもだいぶ本数が増えた方なのだが、まだまだ座席供給量が不足している。そのため、高速列車をさらに増やす計画があるようだ。ウズベキスタン鉄道は今後ブハラより先のヒバやヌクスまで高速鉄道網を拡充させる予定で、延伸に伴い韓国製の高速列車を購入する。導入車両は韓国の中央線系統で運行中の KTX ユームの輸出型で、最高速度は250キロ。韓国版より1両長い7両編成で、座席定員は351人と、タルゴ250より輸送力が強化されている。韓国の高速列車が海外に輸出されるのは初の事例だぜ。
ウズベキスタンの高速列車は今後さらに便利になるんだね。16時51分、列車は帝国通りサマルカンドに到着した。ブハラからサマルカンドまで270キロもあるけど、たった2時間弱で着いてしまったね。中央アジア最速の高速列車、アフラシアブ号。使いやすい時間帯の本数が少なかったり、予約が取りづらかったりと不便な点も目立つ列車だが、ウズベキスタン鉄道のフラッグシップ列車として年々利便性が向上しているようだ。ウズベキスタンを旅行する際にはぜひ利用してみてほしいぜ。今後登場する韓国製高速列車にもぜひ乗ってみたいね。ご意見ご感想をお待ちしております。高評価とチャンネル登録もよろしくだぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。